夏休みです。子供と一緒に美術館来てくださいねって県の職員が言うてるとこに知事が上から来て、予算削減します言うてね。これパワハラですよ、こんなん。で、どんどん事情自爆になってくるの。これ国から怒られるよ、多分これ。総務省な、多分な、話つけてると思うで。職員と。井戸さんの件も。一番ひどいなと思うな。俺、猪本に対する仕打ちやと思うで。猪本はかばいたくないけども、それ上司と部下の関係やとしたら最低やと思わへん。売り飛ばす癖があるんですよ、部下を。この人は。もうなんか出落ちみたいなんですよね。元彦さんです。昨日長文のポストをしてたんですね。県内の美術館等を無料開放する兵庫プレミアム美術デーは先日無事に開催できました。終わってから言うな。終わってから言うな。何の PR やねん、これは。県民に対する PR で、無料の県の施策が終わりました。言うてから言うてどうすんねん。まあ記者会見でも言うとったけど。でね、まあこれ俺、まあわからんけど、記者会見復帰する時のネタにしようかな思ってたんやけどね。まあオープンリーチみたいなもんですから、理屈がつかへんのですよ。まあゴニョゴニョって言うて終わるということを積み上げていったら、ちょっとずつ鰹節削るみたいに削れていくんでね。で、無料の施策をやりましたという報告でこれだけの文章を使ってんだよ。で、無料の施策でやって、要は税金を文化施策に使わないっていうことを言い出してんのね。フィールドパビリオン文化施策ちゃうんかよ。体験型施設地球アトリエ整備事業の1億円、整備事業30億円と運営費が年1億円が、県民の理解で判断してやめました。兵庫フィールドパビリオンで年間何も使ってんねん。まあ、兵庫県の人やったらまあご存知だと思いますけども、俺の視聴者やったらご存知だと思いますが、県立美術館だけのこと言うてもしゃあないんですけど、兵庫の県立美術館ってね、結構優秀なんですよ。結構優秀っていうかね、あれ郷土の誇りやと思います。岸田流星のコレクションすごいですよね。あれ兵庫県の宝ですよ。それとね、地味ですけど、富岡鉄斎ね。まあ、これはまあ日本画と洋画両方行き来しますけど、富岡鉄斎のコレクションね。あれまあ、富岡鉄斎を県立美術館にこう収めようというのはなんか、そこはかとなく京阪神モダニズムの100年後の、120年後の影響みたいなものを感じますよね。富岡鉄斎と岸田流星。兵庫の県立博物館っていうと、富岡鉄斎と、俺はね、今好きやからというのもあるかもわかんない。あと、まあ、あんまり好きな人少ないですけど、日本画で言うたら、村上科学とかね、兵庫県立美術館ならではという設計、コレクションになってますね。これを誇らない県知事っていうのはどうなのかなと。で、あと僕は服部さんとね、井戸さんが偉かったなと思うのは、生活立て直さなあかん、インフラ立て直さなあかんっていうところやのにもかかわらず、文化行政から手抜かなかったら偉いね。いや、ほんまに偉い。なんでか言うたらね、文化系の仕事って、もはやね、行政しかできないんですよね。これ実言うとマルクス的な話なんですけど。遠大な話になるんですけど、資本主義って怖いぞってマルクスが言うてんのは何が怖いか言うたら、貧富の差が激しくなるとかっていうのは、まあ、症状の一つでしかなくて、最後に死に至る病というのは、国家と個人しかなくなるっていうんですよ。マルクスはね。マルクスの言うてることは、昔やったらさ、例えば、わからん。もう競技やってる人いないですけど、これ関西人しかわからんと思うけど、護衛歌ってありましたやろ？おばあちゃんらやってはんの護衛歌って鈴鳴らして護衛歌しはるのね。あんな集まりとかね。あるいはもっと言うたら町内会とかね。とか、地域にいろんな集まりがあったでしょ。あんなんもう全部廃れてるでしょ。で、それは、人々の心が荒廃してうんぬんかんぬんという定性的な話ではなくて、マルクスから言わせると、資本っていうのは効率化を求めるから、そんなもんは当然なくなっていくっていうわけですよ。で、それは、労働組合や政党までなくしていくっていうの。で、マルクスの有名な言葉としてね、宗教はアヘンであるっていう言葉があるから、あたかもマルクスが宗教を敵対視したように見えるけれども、
決してマルクスは宗教を敵対視していないのよ。マルクスの言ってることはどういうことかというと、宗教というのは、もうほんまにマルクスの言う通りなんですけど、解決策はその場しのぎでしょと。社会の構造変革を生まないでしょと。社会的な問題があっても、自分の気持ち次第で何とかしましょうねっていうのが宗教でしょ。だから、アヘンをすると天国みたいな気持ちになるけれども、決して自分の生活は改善していないでしょと。だからその意味において宗教はアヘンであると言ってることで、宗教そのものがアヘンのように害悪があるって言ってるわけではないわけ。アヘンをすると天国みたいな気持ちを味わえるけども、別に吸うた後給料が上がるわけでも、家庭環境が円満になるわけでも何でもないでしょ。それと一緒でと。お気持ちだけでしょと。だから、何の改善にもならないから宗教っていうのは社会変革に必要ないんですよと、役に立たないんですよと言うてるのが、マルクスの宗教はアヘンであるという言葉の意味であってね。で、そのマルクスは資本主義が超えていくと、そういう意味では宗教さえ資本主義がいくと、なくなってしまうというわけですよ。で、現にそうなってるんですよね。資本主義が前へ行けば前へ行くほど。どんどんそういう様々な中間団体というのがマルクスの予言通りなくなっていくわけですよ。で、様々な中間団体がなくなっていくとどうなるかっていうと、剥き出しの個人、誰ともつながりを持っていない個人が国家と直接対決しなければいけなくなると。だから要は剥き出しのリヴァイアさんと一個人が対峙しなきゃいけなくなると。で、それは社会が不安定でいずれ滅びるでしょというのがマルクスの言うてることなんです。マルクスのことを大きく勘違いしたのはそこなんです。皆さんが。で、砂粒みたいな剥き出しの個人が国家という巨大権力と、マルクス的な概念で言うと、日本で言うところの市町村とか都道府県とかもなくなるというのがマルクスの資本主義の未来予想図です。究極的な中央政府と一個人しか社会になくなってしまう。というのはマルクスの言うてることです。労働組合、宗教団体、遅延団体、業界団体、ありとあらゆる中間団体がなくなっていって、なんやったら政党さえなくなってしまうと。資本主義が進歩していくというのはそういうことです。だから怖いんです、資本主義はということを言うてるので、マルクスは。で、それはもう最終的には人間がロボットにならなきゃいけなくなるしって、それは人間として健全な生活ではないでしょということをマルクスは言っているんですけども、まあそれはええです。で、それが進んでいくとね、文化行政って、要は昔のね、名家というのはどんどんなくなっていくわけですから、文化行政担えるのは行政しかなくなるんですよね、資本主義国家では。パトロンの存在がなくなるんで、行政しかなくなるんですよ。行政がやるべきことなんですよね。てか、よう考えたら、小磯良平の仕事をまとめとくってだけでもすごいことじゃない。でね、恐ろしいなと思うのはさっきの元彦のね、これですよ。最後のね、県立美術館分館における帰宅美術品の購入、1回あたり約1000万円が目安。過去3回の購入実績あり、購入の基準が明確でなく、県民の理解を得られる資質ではないと判断。それ、県民の理解が得られないという知事の判断によってね、美術品の購入が停止したり、どうにかなるということを言うてるのって、多分、富岡鉄斎とか小磯良平とか岸田流星のコレクション、県立美術館の、県民の理解得られよう財政なんやから、売ってしまえって話になるね。コツコツ集めてきたのに。100年かけて。そこは美術館の好きにやらせんと。県立美術館のキュレーターは、なかなか優秀なキュレーターを歴代、館長さんも歴代優秀な方々がやってこられたんで、それはマカさんとプラに。これ、別にそういうレイシズム的なことを言うてるわけないしに、今勢いがある人らって言うと、誰か言うたら、中国の人らですから、中国、皇帝行きますよ。これで、申し訳ないけど、今、俺の記憶が正しければ、最後に覚えてんの、今の館長、林洋子先生ですよ。林洋子先生言うたら、藤田嗣治の研究の第一人者です。いや、俺の記憶が正しいか、ひょっとしてもう変わってるかもわからんけど、最後の兵庫県立美術館の館長が、林洋子先生だって聞いたときに、おーって言うた記憶があるから、藤田のね、前髪パッツンの、
研究の第一人者です。と、元彦の購入の基準が明確でなく、県民の理解を得られるし、知らないと判断。いや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 。林先生が買う言うたら、買うとけよ。いや、それはね、財政なんやから、文化行政の予算に、シーリングがつくっていうのは分からいでもないけども、個々別々の文化的な価値判断に、ごめん、愛好言ったようなやつが、口出せると思えないんですよ。たかだか愛好言ったようなやつが。いや、これ偏差値の問題じゃないですよ。例えば、江南行ってたって言うと、おうと思うかも。いや、もうごめんね、ちょっとぶっちゃけていやらしい話やけど。あいつだね、江南やったん。ああ。これ、それの偏差値の話じゃないよ、これはね。愛好やで。だって高校時代に遊んでないやん。どう考えても。四国で寮生活やで。はい、バカにしてます。しかも男子校やで。もうずーっと男子校と、俺も男子校やったからわかるけど、男子校のやつってあれやで、遊んでないやつで何をやってるか言うたら、ずっと畳の上の睡蓮してる。周りに女おらへんのに、女の子と3年ぐらい喋ってへんのに、モテる方法とか考えてる。男子校の遊んでないやつって。で俺らはちょいちょい遊んでたからええけど、周りの遊んでないやつとかもずっとそんなんや。で、そいつらのがやたら詳しいね。なんか、女の子の流行りとか。聞いたことないなと思うようなこと言うてきよ。愛好やで。中学高校時代の女性経験って、日本猿の花子さんぐらいしかないんちゃうの。いや、そんなに田舎に高偏差値があるのは不思議って別に愛好偏差値高ないよ。だってあいつ6中も行かれへんかったよ。灘はおろか6中さえ行かれへんかったよ。ほんで愛好行ってんねやろ。いや、所詮そんなもんでしょ。だってあいつ、カンテレの鈴木さんの質問に、かつては歴史的な小説などを読んだことがあります、言うて。愛読書、司馬遼太郎って書いてんねんね。年越えた大人が。で、司馬遼太郎でもきっとね、龍馬が行くとかね、坂の上の雲とかなんですよ。きっと峠ではないと思います。峠とかにわかとかではないと思います。もうきっついっしょ。もうきっついのよ。元彦世に住む日々言うとったん。俺世に住む日々は俺司馬遼太郎の最大の失敗作やと思うの。何も回収せずに終わってるやん。でもね、文学としての最高の技法を駆使してるのはね、アームストロング法です。あれ講談社から出てたから、司馬遼太郎のあれ、どっから出てたっけ。あれね、アームストロング法ぜひ読んでください。にわかは長いけど。これはね、司馬遼太郎の文学の最高傑作やと思う。文学として成立してる。これは歴史小説なんですが、これはもう、見事に文学です。まあそんな話はどうでもいいですけど、ダサいでしょ元彦。ダサいんですよ。で、ちょっと今、毎日新聞が載ってる、もうちょっと目のやり場に困るほどね、俺、ちょっとね、もう泣いてしもたのよ、今日かっこよすぎて。かっこよすぎて泣きそうになったのは、久しぶりですね、こんなにかっこよさで泣いたの。ほんまにかっこよかった。後で毎日新聞に怒られても読んで、怒られてもええからそこ全部読みたいです。そうや、言うこと忘れてた。記者会見にね、復帰できるかどうかわかりませんけども、記者会見に復帰したら聞こうと思ってることがあるんです。元彦は、ツイッターをね、県政の告知事項に使うと言うてるわけじゃないですか。ね。PR の場合言うてるわけですよね。で、これ県政の PR の場合言うてるんですけどね。県政の PR の場合は言うてるんですよ。とても大事なポイントです。これ県政の PR の場って言うときながらですよ。まず一つね。県政の PR で予算削減が PR になるの。しかもね、これね、兵庫県広報の被せてんの。兵庫県広報の兵庫プレミアム美術デーの様子をお届けします。無料開放の期間は終わったけれども、引き続き各館では企画展が開催されてるから、夏休み冷房も効いてるから美術館来てねって言うてるツイートに、予算削減聞きましたって被せてんのよ。
営業妨害やん、こんなん。ちょっと信じられへんでしょ。兵庫県広報が、兵庫県の広報アカウントが、プレミアム美術デーが終わったけど、引き続き、企画展やってるから来てねーって言うてるやつに、美術館の予算削減しましたって知事が被せるのよ。夏休みです。子供と一緒に美術館来てくださいねって県の職員が言うてるとこに知事が上から来て、予算削減しますって言うてんの。すごいっしょ。これパワハラですよ、こんなん。ひどくね。これ無神経とか通り越してるでしょ。これ、県の職員これ書いてるわけ。速攻知事から予算削減しますって言われた側の気持ちになってみ。これ暴力ですよ、これ。そう、はしご外されてんねん。いや、ほんで、そろばん勘定もできてないんですよ。いや、まあ、そんな事実はないけれども、文化芸術行政が兵庫県政の足を引っ張ってるとせえや。入場者増えたらお前、そろばん勘定改善するやんけ。こっちは予算削減頑張るけど、皆さん来てくださいよって話も別やけど。せやんな。来てくれと。ほんで、ミュージアムショップで買い物してくれと。飲み食いもしてくれと。で、美術館でお金使ってくれと。ほんなら、収支マシになるんです。言うた話別やけど。で、これ何してるかって予算削減してる私を見てって言うてるわけでしょ、これ。ということで、それ県政の PR じゃなくて、斉藤元彦の PR ですよね。でさらに県政の PR、みんなあんまり気づいてへんねんけど、県政の PR と言い難い状態があるんです。元彦のツイートには。元彦のアカウントなんですけど、一個だけフォローしてるんですよね。一人だけフォローしてるんです。誰フォローしてるか言ったら、斉藤元彦応援アカウントをフォローしてるだけなんですよ。それ個人アカウントやん、それ。兵庫県の各公式アカウントとかフォローもしてない。ちなみになんですが、木原官房長官が高市早苗の例の問題になったツイッターの件についてはこんなこと言ってます。僕はこの答弁がまともやと思います。これ後で問題になると思いますが、高市首相の X 行政文書に当たらず、木原稔官房長官は23日の記者会見で高市早苗首相のツイッターへの投稿について公文書管理法上の行政文書に当たらないとの認識を示した。個人のアカウントによる投稿だ。内閣官房が運用しているわけないので行政文書ではない。これはまともな答弁やと思います。でも元彦の答弁から言うと行政文書になってしまうんですよ。県の知事として運営してるんで。俺が記者会見で聞きたいのはここなの。23日の官房長官記者会見で官房長官は内閣官房が運営してるわけではないので、高市首相の X の投稿は公文書ではない、行政文書ではないという判断が出されました。ということは、あなたのやっている X や YouTube への投稿も行政文書ではないですよねって聞きたい。だとすると、行政文書でないんであれば、県の職員が使っている、県の職員のリソースを使うのは問題ですよね。これ大問題ですよ。行政文書なのか行政文書でないのかはっきりしてもらいたい。でね、これね、とても重要なところで、財政難の話、元彦は、県としての発信と自分との発信は違うって言い出してるんですよ。いや、検討会はね、で、専門家による検討会はなんぼ考えても、井戸さんの違法行為はそれは違法行為として問題やけども、財政破綻に対する寄与度が低すぎるから、問題視するんではなくて、まず金利の話しようっていう話になるわけ。わかる？それは当たり前の話なんですよ。それは井戸さんのやった違法行為は問題ですよ、と。それ問題やけど、その違法行為という問題行為によって生まれた損害っていうのはありますよ、と。でもその損害は全体の損害に比べたらわずか 3% にも満たないんだから、残りの 97% を気にした方がいいですよねって話に、そらなるよね。その 97% の大半の原因は金利なんだから、金利に取り組むしかないよねっていう話に、専門家の分析はそうなるよ。だから元彦のね、記者会見での発言とかね、書いてることを見て、私として発信するって言い出してるね、最近。私としても発信する。検討会の意見は検討会の意見でしょうよと。でも私としては違う考えを持ってるんでっていうことを言ってて、私の意見を述べる言うて。
で、いやいや、それは知事なんだから個人的な見解持ってても当然でしょっていう理屈があんねやったら、ほんやったら個人的なこといっぱい聞こうかっていう話になるやん。でも個人的なこと答えへんのでしょ。これむちゃくちゃなのよ。で、どんどん事情自爆になってくるの。これ国から怒られるよ、多分これ。総務省な、多分な、話つけてると思うで。職員と。井戸さんの件も。まあ、むちゃくちゃなの。という、アホみたいにダサい、元彦の話を頭の中に入れといてください。これ検討会が言う通りですよね。すごく単純な話ですよ。県が1年間に使うお金の中にね、借金の返済に回すお金が 25% 以上ね、超えたら早期健全化団体になるんですよ。県が1年間に建物建てたり道路作ったり、職員の給料払ったり、それこそ買うたりとかね。いろんなお金使うでしょ、1年間で。1年間でいろんなお金を使う中で、借金の返済に回らさざるを得ないお金が 25% を超えたら、早期健全化団体になるんです。その25のうち、井戸さんの違法行為は 0.8 や言うんです。ってことは、分数にすると25分の 0.8 なわけ。で、上小数点あんの気持ち悪いから、どうするか言うたら、250分の8になるの。250分の8ですよ。ってことは8割る250ですよ。8割る250は 0.003 なんですよ。もっと子供でもわかりやすい言うたら、問題が250あるうちの8しかないの。問題が250あるの。そのうちの8個が問題や言うて。残りの242個の問題は問題ない言うて。で、周りの大人は、その8の問題よりも残りの242の方が問題でしょ言うてん。で、その8の追求に金突っ込む言うてんね。242は、残りの242はどうでもええから。いや、要はね、どういうことか言うたら、ここに250個唐揚げって言うた仕事は250個唐揚げがあった言うて。で、その250個の唐揚げがなくなった。誰か食べたに違いない。井戸くんが8個食べました。井戸くんが8個食べましたって元彦言うてんねん。自分242個食うときながら。でもうこんなんばっかりやんすよ、あいつにかかったら。俺一番許されへんのはね、実を言うとね、本人が暴れてへんから、みんな問題ない思ってるかもわからんけど、一番ひどいなと思うな。俺、猪本に対する仕打ちやと思うで。今のその唐揚げ250個のうちの8個と242個、100個のうちの3つと97個っていうのも一緒やけど、百条委員会で情報漏洩があると。で、この情報漏洩があるってことは確定したと。で、情報漏洩があるってことは確定したから、それは県としては情報漏洩は大問題だから、警察に訴えなあかんって言って、警察に被害届出すわけですよ。で、警察が、その地方公務員法違反での捜査をするわけ。で、猪本がやった言われたから猪本を調べるわけ。で、猪本は取り調べで、斉藤知事からの指示でやりました、言うてんね。で、せやけど、記者会見でって言うてますけど、いや、そんな言うてへんね。それで終わってんねん。で、猪本をかばいたくないよ。せやけど、かばいたくないけど、猪本はかばいたくないけども、それ上司と部下の関係やとしたら最低やと思わへん。猪本は警察に嘘ついてるんです、言うてんねんね。最低でしょ。こんなんばっかりやんて、元彦。さっきの100個の唐揚げのうちの。最低なの。全部売り飛ばしてるんで、それ、売り飛ばしてるって言うたら、これ、売り飛ばす癖があるんですよ、部下を。この人は。部下売り飛ばしまくる。さっきのこれもそうでしょ。これ、この長文ばっかりみんな問題してる。かぶせてんの。美術館に来てね言うてるツイートやで、部下が書いた。台無しやん。部下の仕事。いや、同じや、行動パターン一緒やねんて。行動パターンで自分守るの必死やねん。俺に人殺し言うたらその日に警察に言っとるやろ。あれでいろんな嘘がバレてるんですけどね。実を言うと。その日のうちに警察に行ってるって段階で。いろんな嘘がバレてる。よう考えたらわかります。いろんな嘘がバレてるんですよ。南波さんと中道さんに関してもその日のうちに警察に行っとうやろ。へえ、そうなんや。で、別に行ったことはあかん言うてんちゃうねんで。せやけど、そうやったら、あれおかしいな、いう話になるわけですよ。
まあまあ、それは気づく人は気づくでしょう。なので言いません。気づかん方がおかしい。俺、これまで百条委員会とか記者会見で言ってきたことがそうだと嘘になっちゃうね。2024年9月10月に百条委員会で言ってたことと矛盾しちゃうねって話なんですけどね。ってまあまあ、それは今度話しますけど。はい。ということで、元彦の行動パターンっていうのは他人を売り飛ばす、中んずく自分よりも弱い人間を売り飛ばすというところにあるということがよく分かったと思います。だから気持ち悪いの。もうなんかもう所詮愛好って感じするよね。でもほんまに人間としてクズいんですよ。まあほんまに程度低い。能力が低い、程度が低い。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。